スマブラ SP の歴史は、あるプレイヤーの登場によって全てが塗り替えられた。オンラインから突如として現れた彼は、瞬く間に国内メジャー大会を制覇。さらに世界大会でも優勝を手にすることになる。彼の名はアコーラ。スマブラ4以降、日本人で初めての世界ランキング1位を獲得したプレイヤーだ。アコーラがスマブラ SP を始めたのはコロナ禍前、彼が小学生の頃だった。初めて触った時はシモン・リヒターを使って VIP まで行ってって形で、オンラインの無料体験が終わったから、それから1年2年近く VIP はやってなくて、コロナ禍に入った時2020の3月ぐらいから友達とコロナ禍でスマブラをする期間が多くなって、その時にオンラインの1ヶ月を買うようになって、そこからスマブラをずっとやり始めて、そこで見つけたのがルイージってキャラクターで。ルイージを使い始めたアコーラは2020年春にスマメイトに参戦するとレート1600を獲得。続く11期スマメイトでは最高レート2045を達成し、驚異の成長スピードを見せつけることになる。アコーラの名前はオンラインの強豪ルイージ使いとして徐々に知られ始めることになる。その後、彼はあるきっかけでメインキャラクターの変更を決断することになる。2020の11月ぐらいかなんかにシュートンさんがスティーブでレート2000達成してみたいな。で、実際にシュートンさんとマッチングして、すごいボコボコにされてみたいな。でそれですごいそれが印象的に残って、そこからスティーブ触り始めて、そこからスティーブメインが始まりましたね。新たな相棒スティーブを手にし、さらに成長速度を上げたアコーラはスマメイトで2100、2200、2300と期をまたぐごとにレートを上げ、15期には最終1位を獲得。オフラインを主戦場とするプレイヤーも彼の存在を知らない者はいないくらい、オンライン対戦で圧倒的な存在感を見せるようになっていた。そんなに本当にオフラインに全然あんまり焦点を向けたことっていうのがあんまなくて、そもそもコロナ禍に入ってからオフラインの大会っていうのがまずそもそも存在してなかったっていうのが一番なんですけど、コロナ禍以前のシーンはちょっと知ってて、そのスマッシュコンのザクレイ MK レオとか、オフ大会に出たらこの人たちと戦うことになるんだろうなみたいなとは少しは思ってたけど、やっぱりザクレイさんのジョーカーとか見て、空上落として上様みたいなテンプレを決めてるの見て、そういうセットプレーとかで参考にするぐらいでしかなくて、本当に画面の先の人って感じで、上の人たちを見てる感覚だったなっていう印象です。オンラインでの活動のみだったアコーラだが、少しずつオフラインへの意識が変わり始める。そんな自分がオフ大会の競技シーンに目をつけることになったきっかけっていうのが、その2021のマヤスマトップ6で、オン勢の知り合いがマヤスマトップ出るみたいな流れになって、それでマヤスマ、オフ大会の競技シーンっていうのを知ることになって、で実際オフ大会を見て、オフラインの環境を肌で感じたアコーラは2021年11月13日、初めてオフラインの大会に参加した。参加者数22人という小規模な大会ではあったが、結果は見事優勝。大規模大会での華やかな結果ではなかったが、大器の片鱗を十分に見せるとともに、今後のオフライン進出のきっかけとなる出会いもあった。その2021年の宣伝白虎さんで、実際アトリエさんがそこにいて、でフリー対戦しませんかみたいな声かけられて、フリーをしてっていう感じで、その時は
そのポケトレは実際僕そんなにシャワーズさんとかに勝てなかったから、やっぱり対ポケトレはすごい難しいんだろうなって思ってて、オンラインで勝てないならオフラインももっと厳しくなるんだろうなって思ってて、実際でもアテレさんと対戦したら結構すごい差し合いも勝てたりしたし、オフライン勢と対戦して初めてその分かったのが差し合いの奥深さとか丁寧さというか、そういうのがちょっと分かったから、今後そういうのを意識していけばオフラインも勝てるんじゃないかなみたいな思えるいい経験だったなっていうのはアテレさんとフリーして思いましたね。2022年2月、アコーラがついに大舞台に姿を現した。マエスマオフライン、関西で開催された招待制の大会である。この大会はシュートン、ヤウラ、ヘロー、コメ、ルミナス、ライト、ラルクンといった強豪プレイヤーが集まっていたが、一番の注目は初めて大舞台に出てきたアコーラがどこまで通用するかにあった。直前のフリーでラルクンさんとすごいやってて、ジョーカーとかルキナにもボコボコにされて、結構体験キャラとかやっぱ難しいなって思いながらそうやってて、だからオフライン難しそうだなって思ったんですけど、タイタマキャラとかはやっぱりオンラインより楽で、アコーラは勝者側でヤウラに敗れるものの、コメ、ヘローを破り敗者側でヤウラにリベンジも果たした。しかし立ちふさがったのは日本トッププレイヤーシュートン。グランドファイナルでは惜しくも敗れ2位で大会を終える。自分的にはいい経験になった大会だったと思いますし、ただ負けてすごい悔しいなっていう、やっぱりオリマーっていうキャラクターがそのオンラインにいないのもあるけど、キャラ体が変わったりとか相手の対応力だとか、やっぱり自分がまだちょっと下だったなっていう、すごいそういうの痛感させられて悔しかったなって、2位だったけどすごい悔しいって思える大会でしたね。1ヶ月後に開催されたスマバト SP24 にもアコーラは出場。これは彼にとって初めての大型オープントーナメントとなった。勝者側2回戦でヒカルに敗れ早々に敗者側に回るものの、アコーラはそこから驚異のルーザーズランを見せグランドファイナルまでたどり着く。そこで対峙したのは勝者側で敗れたヒカル。しかし彼の勢いは止まらなかった。グランドファイナル1、グランドファイナル2を共に 3-1 で制し、見事大型オフ大会初出場にして初優勝を飾ることになった。そしてここからアコーラの衝撃的な快進撃が始まる。続いて参加したマエスマオフライン2では勝者側で白雪に敗れるものの、またしても敗者側を駆け抜け、最後はなんと勝者側で敗れた白雪を2連続 3-0 というスコアで破り優勝を果たした。そしてスマブラコミュニティでは恒例となっているゴールデンウィークの大型大会ラッシュがやってくる。2022年5月に開催された関西のマエスマトップ7、そして関東のかがり火7である。まず5月1日のマエスマトップ7でアコーラは順調に勝者側を勝ち進む。トップ8進出後、ヨシドラに敗れ敗者側に守るも、ここでもヘロー、T、そして勝者側で敗れたヨシドラを下しグランドファイナルに進出。グランドファイナルで彼の前に立ちふさがったのは初めてのオフ大会で敗れたシュートンだった。この数ヶ月での成長を見せつけるようにグランドファイナル1では3対2のフルセットで勝利。グランドファイナル2では3対0と圧倒的な内容でシュートンを撃破した。スマバト SP24 に続きアコーラはこの大会で誰もが認める日本のトッププレイヤーとなったと言える。そして5月4日、
マイスマトップ7の余韻冷めやらぬ中、かがり火7が開催された。アコーラがどこまで躍進を続けるのか、東西制覇を成し遂げるのかに注目が集まっていたが、この大会におけるシードはマイスマトップ7以前に決まっており、またマイスマオフラインのような小規模大会を反映していないことから、全体の57番目シードという位置でのスタートとなった。実力から考えれば明らかに不利な位置からのトーナメントではあったが、彼の歴史に残る成長速度と勢いを止められる者はいなかった。勝者側でトップ8を決めた後、ガクトン、アシモを破り、見事にかがり火7も優勝を果たした。これによりアコーラは東西のメジャー大会を制覇。日本のスマブラコミュニティに新たな日本最強のプレイヤーが生まれた瞬間だった。でもそんななんかすごい超大型大会っていうその自覚はあんまりなくて、自分的にはそのなんていうかな、結構風当たりが強かったのかわかんないけど、そんなになんかあんまり喜べる雰囲気じゃなかったかなって思ってて、だからかがり火優勝した時はあんまりその自ら感情出すことはなかったし、そんなになんか応援してる人も見てるのかなみたいな感じで思ってたんで、あんまり優勝してもすごい、プレッシャーだなぐらいの気持ちに思ってて、でも喜ばしいことであるから難しいなっていう、ちょっと複雑な感情があったかなっていうのはありますね。日本を制した彼が次に目指したのは世界の舞台だった。2022年6月、アコーラはギンビテーショナルからの招待を受ける。コロナ禍以降の日本対海外は年間のポイントを争って行われた SWT で象徴されたように、やや日本勢が押されることが多かった。しかし圧倒的なスピードで日本一に上り詰めたアコーラなら世界でも戦えるのでは。プレイスタイルやキャラクターの違う海外勢にスティーブはどこまで通用するのか、大きな期待を背負い大会は幕を開けた。実際すごい初めての海外ですごい、遠征っていうのもすごい初めてで、すごい緊張したけど、自分のスティーブがどれくらい通用するのかなっていう、やっぱりオン勢ではあったから、その自分のスティーブがどれくらい通用するかとかフリーでも積極的に試していって、特に印象に残っているのがコーラとスパーゴで、スパーゴにはその時は結構いつも接戦で、コーラにはでもすごいボコボコにされて、クラウドですごいボコボコにされたから、ちょっと海外大会当たるの不安だなって思ったんですけど、本戦で当たって、ちょっと自分の動き変えてコーラのクラウドに対応した動きを意識したら、フルセットの末勝てて、すごい自分的に対策っていうのを意識できたし、その後表で駆け上がってそのウィナーズファイナルまで行って、ミドルスを倒してライトも倒して、勝者側のまま優勝っていう。予選、本戦と危なげない試合を見せ、アコーラは優勝を手にする。日本人による海外大会優勝が遠ざかっていたこの時代で、初めての海外遠征で初優勝という偉業を成し遂げた。こうして日本では関東・関西の2大大会を優勝し、海外大会でも優勝を果たした彼は、初めてのオフライン大会出場からわずか半年程度で世界トッププレイヤーの仲間入りを果たすという伝説的な快挙を成し遂げた選手となった。しかし突如生まれたスマブラ界のスターは一人ではなかった。前回王者のアコーラが不在の中開催されたかがり火8で、スマブラコミュニティはもう一人の新星を目の当たりにすることになる。彼の名はミーヤー。アコーラと時期を同じくして
オンライン対戦での実績を積み、満を持してオフライン大会に出場した彼は、香川県で開催されたマエスマオフラインで見事優勝を果たす。そして国内大会の頂点であるかがり火にやってきた。ミーヤーは観客の期待に応える活躍を見せる。勝者側トップ24でかがり火優勝経験のあるプロトバナナを撃破し、勝者側でトップ8進出を決めると、ウィナーズセミファイナルではアバダンゴ、ウィナーズファイナルではシュートンを倒し、勝者側優勝を果たす。そして敗者側で大躍進を見せ、観客を味方につけたアバダンゴをグランドファイナルで再び倒し、見事優勝を果たした。こうしてアコーラがもたらした衝撃が消えぬ間に、日本の頂点にもう一人の新星が輝くことになった。努力実ってとても嬉しかったですね。でなんかその時も結構憧れだった人、アバさんとか、シュートンさんとかも倒して、でもかがり火っていうでかい大会、その時の目標ってなんかアコーラだったんですよ。オンラインかってる仲間で。でアコーラと同じかがり火優勝取れて、なんかとても嬉しかったですね、当時。ミーヤーがかがり火8を優勝してから翌年の2023年末までの間で、アコーラとミーヤーは10個のオフライン大会で対戦。そのうち5つの大会では優勝を争うグランドファイナルで対戦しており、2人は日本のオフライン大会シーンに君臨する存在となっていった。マイスマトップの11の頃で初めて勝った時の試合はとても嬉しかったですね。一番の壁を感じてたんで、当時。お互いそのオンラインで初めてやったと思うし、でもトーナメントでよく当たるから、すごいライバル意識っていうのはもちろんあると思うけど、どうだろうな、どういう存在っていうとライバルっていうのがそうなんだろうけど、結構自分的には負けたくない相手であるとも思うし、でも日本大会でやっぱ当たりすぎてるから、お互いも対策は済んだって感じで、多分アコーラは今まで何回もやってるから勝ちのパターンはつかめてきてる。有利スティーブやっぱ不利展開が弱いから、リッチ側がもう常に有利展開作って勝つみたいなをできてたら勝てるかな。有利展開作れるようにもう多分強気に戦えば勝てるようになるかもみたいなイメージはあるから。もちろんオンラインのレートもサブ、宮さんは剣術ミータとかロボとか勇者とか何でも使うけど、いろんなキャラクターで短期最高レート更新したりとかっていうので、お互い方針は似てると思うし、そういうので強くなってきたと思うから似てるかなって思います。アコーラはギンビテーショナルで優勝をつかんだ後も数多くの海外大会に参加。2022年10月には自身3回目の海外大会となった招待制大会ルドヴィックスマッシュインビテーショナルに参加。彼はこの大会で初めて世界最強と呼ばれる2人、スパーゴ、そして MK レオと対決することになった。決勝トーナメントでライト、リドルズを倒し勝ち上がったアコーラは、勝者側準決勝でついに MK レオと対戦。ここでアコーラは 3-0 で MK レオに敗北する。レオとは初めてやるし、でもどんぐらい強いのかなみたいな思ってて、実際当たって、タイベルとはそんなに自信なかったから、確かに負けても仕方ないとは思ってたけど 3-0 されて、オニンはレオに勝ってたのになんでこんなにボコボコにされたんだろうみたいな、ちょっとレオのその勝負強さというかそういうのが感じられて、いやちょっと足りないんだろうなみたいな。敗者側に落ちたアコーラは同じスティーブ使いであるオニンを下して敗者側準決勝に進む。次の相手はスパーゴだった。一進一退の攻防が続き、試合は2対2の状況へもつれ込んだ。
direction. Yeah. Just send it. Kill. Send it. Kill. Everybody's Jake smashing right now. So, ooh. Nice. 117. Oh, yeah. He wants back in, but he's going to take a lot of damage for it. Jesus. Spargo can't escape. Oh! 接戦の末、勝利をつかんだのはアコーラだった。セミファイナルでスパーゴと当たって、そこがスパーゴとの初めての対戦だったんですけど、大会で。試合ではフルセットの末なんとか勝って、不安だったタイクラウドとかも勝てて、このまま行って優勝するしかないってなって、迎えたグランドファイナルでレオとやった時に、This is Leo's tournament here. Oh, man. It might end right here. One iron left, but the scoop. There it is. しかし、ここでも再び 3-0 で敗北を喫することとなった。レオにまた 3-0 されちゃって、そこでまたなんで悪かったんだろうみたいな、そのレオの世界王者感っていうのもあって、すごい負けた時にすごい悔しかったのもあるし、この悔しさをバレーに頑張ろうって思える、すごいいい大会だったかなって思います、ルドウィグは。世界最高峰との戦いを経験したアコーラ。そのリベンジのチャンスは翌年3月にやってきた。スマッシュアルティメットサミット6。スマブラ SP の歴史の中でも最も注目を集める招待制大会だったサミットの最後の開催となった大会だ。最後のサミットって感じだったんで、すごいやっぱもちろんこれも優勝したいっていうのはあったんですけど、やっぱり、レオもいるしスパーゴもいるし、スパーゴは直前にジェネシスで裏 3-0 された後だったし、その後ジェネシスで準優勝だったミュートエースもいてみたいな。僕ジェネシスで負けたのがミュートエースとスパーゴだったんですけど、その負けた2人とレオもいてみたいな、すごい自分的には鬼畜なトーナメントだなって思ってたんですごい頑張りたくて。アコーラはこの大会の敗者側2回戦で MK レオと当たることになった。 Yeah, I love these aerials from him. Akola has a lot of money to work with here, though. Has the diamond, has the tools, has the resources. Yeah, it's got Game is his to lose. quite a bit of wow. iron on him too, so he still has some pretty good iron options to throw out. Let's see a last stock here at least, because then Leo can make some magic happen. But no, the parry, the last hit, dude. That neutral. ここでアコーラは3対0のストレートで勝利を収め、前回のリベンジを果たすことになった。レオにそもそもレオに 3-0 で勝ったのがすごい嬉しくて、すごいそのルドウィグインビテーショナルの後にすごい対策を考えて、でホロバスとか自分のやれるステージとかもすごい試して、実際 3-0 してみたいな、すごい対策の成果っていうのを感じられて、すごい嬉しいなっていう。 MK レオを倒したアコーラはその勢いのままグルドニー、プロトバナム、クラマなどを撃破。グランドファイナルではツイークを破り2回目の海外大会優勝を手にした。これにより紛れもない世界最強格の一人としての立場を確立することになった。規模としては招待制だからもちろん小さかったけど、レベルでいうとすごい高い大会だったから、あの大会で優勝できたのはすごい嬉しかったし、観戦しててもすごく面白いトーナメントだったかなっていう。そのかがり火とかマイスマトップだったりとかでいろいろ活躍してきたけど、その海外大会でもようやく勝つことができて、すごい結果に示せて嬉しいなっていう自分の中で印象のあるいい大会だったっていうのがあります。思いました。こうした活躍によってアコーラは2023年の世界ランキングで1位の座を獲得。これはスマブラ X 時代に QB が1位となって以来9年ぶりの日本人による世界ランキング1位だった。こうして約2年の間に世界トップまで上り詰めた彼だったが、その過程で彼には心ない言葉が投げかけられることも少なくなかった。そういうキャラ批判とかはあんまり難しいなって思い
なんか的外れなことをみんな言ってると思うから、キャラが強かったら勝てるとか、そうやって強く人に言うのはあんまり得意じゃないから、自分がそうやって一方的にその批判を食らうみたいなことはあると思うけど、もちろんキャラが強いから勝ててるのはあると思うけど、一番はそのプレイヤーの努力が来てると思うから、まずはその、どんな形であれ、プレイヤーをその祝福というか、そういうのをしてあげた方がいいんじゃないかなぐらいの気持ちでは見てますね。なんかそういう嫌だなって思ったことあるし、実際そのやめたくなるではないけど、そんなにゲームに悩むぐらいなら、離れた方がいいんじゃないかなみたいな、一回っていうのは、そういうのはよく思ってて、だけど結局このゲームが好きだからそういうのは気にしないようにはしてるけど、ちょっと傷つくから、どうにかして減らしていけたらなとは思います、こういう批判の文化を。やっぱスティーブ使いってどうしても風当たりも強いし、アコーラミーヤとか、海外だとオニーがいるけどぐらいで、オニーもコリジョンでシャディックとスパーゴに負けちゃってっていうので、やっぱどうしてもスティーブ強いけど上の人ってなるとめっちゃ苦しくなっちゃうから、そういう人たちにも勝てるぐらい僕はもっと強くなって、スティーブ使いへの道しるべになれたらいいかなとも思います。アコーラとミーヤ。オンライン対戦出身のこの2人の台頭は、スマブラコミュニティの勢力図を一気に塗り替えただけでなく、その後の競技シーンにも大きな影響を与えることになった。彼らのようにオンラインで実力をつけたプレイヤーが次々にオフラインに進出。いつしか競技シーンはそういった若きプレイヤーが席巻する時代に移り変わり、日本の選手レベルも急速に上がっていったのだ。そして2023年5月、日本のスマブラコミュニティの集大成ともいえる大会が開かれることになる。海外勢、オンライン出身者など様々なバックグラウンドを持つプレイヤーたちが集結し、数々のドラマを生んだ名勝負の幕が今開かれる。